啦，大家开始要准备看《热爱深渊》了。其实这个开看的时间比我预想的稍微晚了一点点儿，看肯定是要看的。我还对于这部番其实完全应该说是不了解，除了就是听说它口碑是很好的。其实我是一个很听劝的人，就我很多之前爱看的番都是通过就是别人的推荐，还是很期待开启这个新的故事的，也很好奇就是我之后会喜欢一些里面什么样的角色。ちょっとナット、なんでついてくるのよ。うるせえな。俺の担当リコのすぐ上なんだよ。そういえばそうでした。じゃあ帰りは異物運ぶの手伝って。他们是负责什么遗物だって今日は收集的吗？学園の中で最高の査定額を出さないといけないんだから。無理だろ。この辺はもうあらかた探されてるし、珍しいものなんてそうそうねえよ。だったら数で勝負よ。好可愛啊，他们脸都好圆呢。あれでごまかしたらどうだ？この間ちょろまかしてた。星の羅針盤？あれはダメ。あれはアビスの真実に導いてくれるものなんだから。それにもし隠してたのがバレたら今度は裸釣りじゃ済まない。乙女のトラウマが。这么严重的惩罚？ああ、気をつけろよ。哇！大ゴンドラ。ナット、ほらほら、600メートル組だよ。わかってるよ。这好酷啊！なくなっちゃった。他们等于说是离地面非常非常高了。なあ、なんか今日は静かじゃね？土橋がいないせいじゃない？全然鳴き声聞こえないもん。ほんとだ。まあやりやすくていっか。あいつら光ってるの巣に持って帰っちゃうしな。ちょっと何私より先に行ってるのよ。銭湯は私。他这戴的是一个口哨吗？这树屋吗？今日はモリモリ発掘しますよ。そりゃもうリーダーのグーのでも出ないほどに。さあやりますか。査定ナンバーワン。よいしょ。一つ、什麼蛋？二つ、三つ、四つ、五つ。うわっ！お祈り骸骨。久々に見たからびっくりしちゃった。お騒がせしてごめんね。他们这到底是算盗墓还是收集遗物？600メートルに格上げになるのも時間の問題ね。我没想到居然是纯人工的，完全没有工具吗？どこ行ったのよ。ナットのやつ。チナはなんでこんな浅いとこに。ナット、やだ、あれ已经被袭击了。どうしよう。ナットが食べられちゃう。是救援的哨子吧？腕が折れてない。ナット。啊！
就一击。有点像电鳗。すごい、化石の木が溶けてる。私、誰かに助けられたのかな？我好喜欢他们这个布景啊！綺麗。哦，它是机械，终于有这种工具了。もしもーし。お？嘘、息してない。人工呼吸。是他是人类吗？还是机器人？何この感触。これ人間じゃない。機械？但是他脸是软软的。えらいこっちゃ。こんなの見たことない。まだあったかい。さっきまで動いてたんだ。でもこの子、どこから来たの？但是他一击之后，他自己也晕倒了。哇，这个嗓音！好可爱呀！因为是机器人，所以比较重啊。哇，好美啊！就应该是不同的职责，他们这一身就是像那种冒险者的装备。哇，像小兔兔。やっぱりだ。委員長、ただいま帰りました。早く中に哦，这穿的就跟那个刚在塔上面那个人一样。なんとかなるかも。え？キユイ。おかえり。好可爱。あんなんで通じるのか？让他哭吗？何度言ったらわかるんだい。ベランダで本を読むんじゃないよ。他们是类似于孤儿吗？这是个孤儿院。昨日はご苦労だった。採掘量はそれほどでも。哇，这作为大半が初めてだ。こんなものだろう。来週また同地点100メートルをベースにして。我懂了，所以他们都想去的600米应该就是最深的地方，所以应该就是什么精锐部队。委員長からお話がある。言いたいことは一つだけだよ。笛持ちは組合の個人生徒である自覚を持ってしっかり稼ぐように。哦。誇り高く散っていった親御さんにも恥じないようにね。
ああ、あと剥削呀！ 2つ目だ。2つ目だ。異物のちょろまかしはご法度だよ。なんか睨んでる。異物は孤児院の大事な稼ぎだ。そいつを懐に入れちまうなんて何をされても文句は言えないよ。这太明显了，裸釣りじゃ済まないから。他们这太恐怖了。以上だ。解散。バレてない。セーフ。リコ、ちょっといいか。ナットがリュックを紛失したのはベニクチナワに襲われたからだと言ってるんだが。そうなんですよ。私が助けなかったら今頃蛇の糞ですよ。还是很勇敢的リコ。この笛でピーって私がおとりになって。それでお前はどうやって助かったんだ。それがもうびっくり。今まで見たことがない光が。危な。もう少しでロボットくんのことまで喋っちゃうとこだった。他怎么不注意点事儿？比較的安全な深海100メートルでも何が起こるかはわからない。今後は注意を怠るな。リーダー。お願いがあります。私の担当をもっと深いところに変えてください。査定で最高額を出したら考えてやるといい。可是好危险呀！光是刚刚那个蛇就很恐怖了。効率的にこなせる能力を身につけろ。私、早く神部の経験を積みたいんです。早く白笛になって、それでお母さんに追いつきたいんです。お母さんの潜ったところまで行って。ダメだ。だいたい400。所以他们是留守儿童。今のお前じゃ行って帰ってくるだけで終わる。しばらくはおとなしく働け。确实，我也觉得他应该再多长长技能吧。哦，いやー、残念だったな、命の恩人くん。何よ、立ち聞きな。大家都太可爱了。それよりリコ、お前の部屋のあれどうすんだよ。ロボットくん？もちろん起こすよ。寝てんのかあいつ。そう、早く起こしてあげなきゃ。だからみんな協力して。誰かいるのか。哦，子供の声。电子的感觉。まあいいや。もう少し眠ろう。是不是没电了？リコ、それ20じゃね？哦，电满了。不是这个跟那个监狱里面电犯人的一样。私の言った通り電気でよかったんだよ。さっき焼け石炭食わせてた誰だよ。ねえねえロボットくん、私わかる？君が助けてくれたんだよ。あんな遠くからどうやってヘビをやっつけたの？でもまずお名前教えて。おい、がっつきすぎだって。聞いてるぞ。ごめんね。私の名前はリコだよ。質問を質問で返すようで悪いの。しゃべった。かわいい。聞きたいことが。何何でも聞いて。ここはどこだ？他像是不属于这个地方，不属于这个世界吗？难道？君たちは拷問が仕事なのか？リコの部屋は元お仕置き部屋なんだ。哦，すぎてここに移されたんだぜ。それから难怪俺たちの仕呢。事はtankつかだ。つっても見習いの赤笛だけどな。ねえねえロボットくん。所以老师他的那个是蓝色的。どんな機能があるの？君を作ったのは誰？先ほどから気になってたんだが。僕はロボットなのか？他没有意识，还是他失忆了？だよ。電気で動いたし、火にも強かったし、肌に哇，一つつかなかったし。直接用刑。ってあれ？ロボってことまで覚えてないの？さっきの電気で記憶飛んでるんじゃね？大変だみんな。
孤児院の電気みんな消えちゃってる。整跳闸了。視力全開はやりすぎだったかも。早く隠して。リーダーがまっすぐ向かってきてる。なんでバレたの？普段の行いのせいだろ。立てるか？それ外さなきゃ無理か。リコ。リコ、うまくごまかせよ。不安だ。あ出てきちゃダメ。いい？ひどい目に遭わされるよ。再把那个收起来。お前、今度は何をした？何も大したことは。そんなことよりも足をぶつけたんですよ。いい角度で。本当痛くって。本当いい角度だったんですよ。它这是紫色的。啊，他居然真的。この小細工はシギーだな。またわけのわからんことを。おい、何か言うことは？ごめんなさい。もうしません。探掘がうまくいかなくて焦る気持ちはわかる。だからと言ってだな、孤児院を停電させていい道理はまるでないんだぞ。おー、ルフィ。聞いてるか、リコ。この惨状を説明してもらう前に、まずは孤児院の掃除と反省文を書いてもらおうか。ごめんなさい。なるほど。あれに捕まったらただでは済まんな。それにしても腕が伸びるとは。这么重。金属の腕にこの兜。いよいよ疑わしいな。他是在不知情的情况下被改造了吗之类的？何なんだ。へそとかロボットに必要なのかね。对啊，还把他的脸弄得。これも必要なのか。シギーたちが捕まってる隙に抜け出してきたよ。なになに？鏡の前でおめかし？リコ！リコ！やばい！どこ行った？どうしよう。逃げなきゃ。僕に捕まって。早く。哦，好帅啊！哎，他直接用这个可以到600米去吗？当分収まりそうにないぞ。そうだ、レグに見せたいものがあったんだ。レグ？君の名前がないと不便でしょ。レグって名前どうかな。構わないが。ちなみに由来は？前に飼ってた犬の名前。犬。レグ、早く。着いた。もうすぐだからね、レグ。日出吗？哇！レグ、これが私たちの住む町。大穴の町、オースだよ。深渊之オースへよう城。こそ、レグ。レグ、アビスのことまで忘れちゃったの？アビス？この哦大穴が，Abyss。君はこのアビスの淵で見つかったんだよ。僕が？私思ったの。
レグはアビスの底からやってきたんじゃ哇，ないかって。这音乐听的我だって君みたいなロボット今まで見たことないもん。きっとそうだよ。誰も見たことがないアビスの底から。およそ1900年前、南海ベオルスカの孤島に巨大な縦穴が発見された。直径約1000メートル、哇，深さは他们现在可能也就才到600米。その不可思議な姿は人々を魅了した。貴重か哇つ危険な原生物たちや断りを超えた有点那个阿凡达的感觉，我不知道为什么。を狙う冒険家を呼び寄せ、いつしかそこには巨大な町が築かれた。就有点像是長淘年にわた金似的って未知へのロマンとあまたの伝説を餌に多くの人々を飲み込んできた世界唯一最後の深淵、その名をアビスという。哇！但是就是人们的好奇心，可能最终会将他们吞噬掉的那种感觉。虽然最后解说还有1000米，但是按理说就是可能他们本身就是在一个海面嘛，可能应该还有更深的地方，就是可能越往地心走，应该还有非常非常多的距离呢。这1000米可能就是表层吧。第一集展现这个世界观就已经非常的吸引人了，尤其是他们对于深渊的这么一个概念吧，就没想到他们是真的是要去深渊里面去就是探险。这集出现的这些角色们也真的非常可爱，就是很软萌的。其中就是莉可，感觉她真的是一个充满着好奇心的一个这样角色。同时我也很好奇她妈妈的这个故事，就是我以为他们都是等于父母是死了，所以在孤儿院。但是院长啊，他们是说他们的父母都是去到了异地，那可能这些孩子们的父母都是探险者，都是去挖这些遗物的。那岂不就是生死不明的感觉了吗？有些人可能到了500-600米，成为一具森森白骨；有的可能就在100米，就像莉可发现那个就已经死去了。我觉得莉可她真的很能代表，就是可能就是人类他们这种探知求知欲吧。她也是非常充满勇气的，虽然就在短1集，真的能看出她为友情能奉献到什么地步。她明明年纪也这么的小，而且其实真的是手无寸铁，但是这么的勇，能够去吸引到那个赤蛇。同时呢，甚至现在的他就已经想要继续往更深的地方去探索了。还有就是这个外来者雷格，他的这个身世也很让人好奇。他显然应该不是住在上面这个表层的居民吧，但他整个身体的构造，除了手臂、机械臂啊这种，就是其实还是保留了人的原型的。为什么他会失去自己的记忆，包括为什么他会掉落在100米这个地方，我觉得应该会在他们接下来的探险中，尤其是去往更深处的地方的话，应该还是能找到答案的，就是类似于找回自我的一段旅程。我觉得很有意思一点在于，来这里居住的这些居民啊什么的，他们大多都是可能是利益使然，就去挖那些遗物也是为了换钱吧，就是类似于有点像淘金热似的，为了这样的财富不惜去可能会牺牲掉自己的生命这样子。但是这番它是聚焦在这些小孩子的身上，显然莉可他们就不是金钱驱使的，包括他自己也会藏一些遗物，觉得也是为了满足一些自己的这个好奇。他们是更加能够带着一种比较天真比较纯真的这么一个心态去面对深渊里面的这些，不管是恐惧也好，财富也好，也可能会有一些很意想不到的发现。还有就是我真的很喜欢他们这个世界的布景吧，尤其是很多自然的部分真的做得非常的美，很清新的感觉。还有就是这一集出现2次的这个日出，我真的觉得都太美了，那段音乐听着我真的太舒适了。其实不仅是日出那段音乐，它其实很多中间的一些配乐我觉得都很有意思，我还蛮喜欢的。就我看番如果遇到很好听的配乐或者编曲，我会非常加分。但是就在如此令人叹为观止，如此明亮鲜艳的这个城市表层底下，就是这看不见尽头的深渊黑暗，就完全形成了一个很鲜明的对比吧。就真的好像在说，你越想得到这些财富这些财宝，你可能等待你的越是这种无尽的危险吧。但是本身这样自愿坠入到这个深渊里已经是一种勇气了。
那这期节目要结束啦，我还是非常期待后续的，我们下期再见，拜拜。